はい、皆さんこんばんにちは、さとけんです。今回はアナと雪の女王のアナの髪型を作っていきます。通常時の髪型は三つ編みのお下げなのですごく簡単にできる髪型になってます。で、問題は戴冠式の方の髪型で、見た感じシンプルなアップスタイルだし、使う技術自体もそんなに難しいことはしないんですが、構造というかどこからどの毛が出ているかが結構分かりづらい髪型になっていますので、そのあたりを解説していきたいなと思います。ついでにアナ雪2の時の三つ編みのハーフアップの髪型も実際にやってみているので、おまけ程度に見ていただけたらなと思います。ベースはこちらのシナモンブラウンのウィッグを使っていきます。エルサと同じように限定色のウィッグですね。小さい頃のアクシデントでできたメッシュについてはまた後で。髪の長さ自体はそこそこあるので、胸下を目安にカットしていきます。実際に地毛でカットする際は肩や体の厚みがありますので、そのあたりを考慮して切ってください。一番下の長さを決めたら段を入れていきます。だいたい45度くらいに持ち上げて切っていきます。こっちがちょっと狭くて持ち上がってないんですけどね。表面の髪は左右の長さを合わせる程度で大丈夫です。すきばさみを使って毛量を調節していきます。エルサはだいぶ抜毛でしたが、アナはそんなに毛量は多くなくてもできるかなと思います。毛量が調節し終わったら毛先はチョップカットでなじませていきます。前髪をカットしていきます。エルサに比べたら前髪の毛量は少し多めですね。眉毛にかからないくらいまで短めにカットしていきます。敏感な方はお気づきかもしれませんが、今回からちょっと作業音というか切ってる最中の音も少し大きめに入れてみているので、このレインボーのハサミがそろそろ油をささなきゃいけないなっていうのがちょっとバレていますね。よろといいマイクを買おうかな。アナのつむじというか分け目がかなり左側に寄っている状態なので、アイロンで根元に熱を当てて毛流れを変えていきます。だいたいこのくらいですね。地毛でやる際はドライヤーのブローでやってください。アイロンでやる人いないと思うんですけど。前髪もふわっと内巻きにしておきます。アイロン後の毛束は熱いのでやけどしないように気をつけてください。あと後ろの髪は全体的にゆるくウェーブがついていれば OK です。朝の寝癖のことも考えたらアナそこそこ防げかもしれないですね。何もしてない時のアナはこんな感じかなと思います。比べてみるとやっぱりエルサの方が髪は長いですね。次はヘアセットをしていきます。まずは三つ編みお下げの通常時の髪型からやっていきます。かなり簡単なヘアアレンジなので、基礎編という感じですね。スタイリング剤はこちらの NBAA のワックスを2種類使っていきます。この三つ編みお下げだけだったら上の弱いワックスだけで大丈夫なんですが、後々他のセットもするので混ぜてつけていきます。全体的にまんべんなくつけておいてください。このお下げを編むときに体の前で編むときは表編みという編み方になります。3つに分けた毛束の外側を真ん中に持ってくるんですが、真ん中に持ってくるときに上に上に表に表に重ねていくやり方が表編みになります。こんな感じですね。毛束の太さと編む強さをしっかり均一に編めると綺麗に三つ編みできるかなと思います。毛先をゴムで留めたら軽くほぐしておきます。アナの画像を見るとゴムは毛で隠している感じなので、くるくる巻いてスプレーで固定していきます。このぐらいの分量だったらスプレーでも十分止まるかなと思います。で、この髪型を後ろ側から、例えば誰かにやってあげる時だったら裏編みを使うといいかなと思います。毛束を裏に裏に、自分から見たら向こう側に向こう側に編んでいくと裏編みになります。どっちでやってもひっくり返せば同じ向きの編み目になるので、やりやすい方でやっていただけたらなと思います。前髪の毛束を整えたらこれで完成です。
はい、まずは三つ編みお下げの通常時の髪型がこちらです。後ろの分け目ですが、ぴっちり分けるのが好きな人はぴっちり分けていいかなと思います。適当に分けた方がこんな感じで自然でいいかなと思います。次はアナ雪2の時の三つ編みのハーフアップをやっていきます。さっきの三つ編みをほどくといい感じに癖がついているので、横の毛をですね、最初1編みか2編みだけ表編みで編み込んだ後に全てを三つ編みにして、こちらもまたほぐして少し太くしておきます。反対側も同じように作ってあります。この髪型はクレリンパの棒とゴムがいくつかあればピンがなくても作れます。真後ろに持ってきて真ん中になるあたりにクルリンパの棒を刺しておきます。そこに反対側の三つ編みを通して引っこ抜くと、こんな感じで真ん中を通すことができます。この裏に出てる三つ編みをちょうど編み目の下になるあたりの毛束と一緒にもう一度ゴムで結びます。こんな感じになりますね。そしたらギュッと引っ張って上にずらして三つ編み側のゴムだけ外します。そうするとこんな感じでゴムを隠すことができます。反対側も同じようにもう一度ゴムを結んでしっかりなじませたらこれで完成です。おまけと言っておきながら結構しっかりやってますが、三つ編みのハーフアップの髪型がこちらです。アナは小さい頃事故でエルサの魔法がこめかみに当たった時に一束白くなっているので、こんな感じで冷やして一束白くしておきます。戴冠式の髪飾り、本当はクリップっぽいのかなっていう感じにも見えるんですが、まああんな形のものが全然ないので、そこら辺にあったパーツを使ってリボンをつけて作っていきます。3つ目に戴冠式の髪型をセットしていきます。横と後ろを見ても結構 3D に髪が重なっているので、作る順番がすごく大事になってきますので、しっかり計画的に作っていきます。一番考えなきゃいけないのはこの三つ編みの毛をどこから持ってくるかということなんですが、横から持ってくるやり方もあるし、で実際にこのくらいの長さがあればこの後ろの毛を持っていくこともできるので、僕は今回この後ろの真ん中の毛を使っていきます。サイドの毛、その三つ編みの上にかぶせる毛を両側に取っておきます。三つ編みを後ろから持ってこようと思った理由は、ここをまず初めに軽く編み込んでから三つ編みにしていくんですけれど、編み込んであるところにピンを留めることができるので、セットする時の土台がすごく安定しやすいんですよね。髪が短い時は横の髪から三つ編み取った方がいいですね。ただしその場合土台がないのでピン留めたりするのはちょっと工夫が必要になります。上の部分を真後ろでゴムで結んでおきます。あまりほぐすと前側が大きくなってしまうので、ボリュームを出すのは少しだけですね。ここまで来たらあとは楽しい組み立て作業のお時間です。三つ編みの毛束を前髪とトップの毛の間に分け目を隠すような形で留めておきます。結んだ毛束のこの白い部分ですね、ここがしっかり見えるようにねじった状態で、毛束も時計回り、この輪っかも時計回りにひねって形を作っていきます。あまり強くねじりすぎるとこのドーナツが細くなりすぎちゃうので、ほどほどにねじって、余った毛先は逆毛を立ててさっきの編み込みのところに留めておきます。一番襟足の髪の内側に少しだけ逆毛を立てて、日本髪でいうとこのタボというか下に少しボリュームが出るように作ってあります。サイドの毛も少しだけ逆毛を立てた状態で表面をブラシで整えながら作っていきます。面をきれいに保った状態でここで一度ゴムで結んでおきます。結んだ毛先、これもちょっとあんこというか中のボリュームのために使うので、軽く逆毛を立ててひっくり返して中に収納していきます。で、ここ大事ですね。襟足の髪を手で持ってピンを下から刺して、もう一度上からさっきの編み込みの部分に押し込むようにピンを刺してあげると
1本のピンでしっかり留めることができます。襟足の遅れ毛はスプレーで貼り付けておきます。なぜかアナは体幹式の髪型になるともみあげがうねってますね。だからくせ毛なのかなっていう感じだったんですが、ちょっとうねうねさせておきます。前髪もしっかり整えておきます。最後に髪飾りを輪っかの真ん中につけたらこれで完成です。はい、ということでアナの戴冠式の髪型がこちらです。普通にブライダルとかでも使えそうな髪型ですね。アナ雪2の一番最後の女王の髪型はエルサの戴冠式の髪型の左右反転でもうちょっとしっかりねじっているだけなので、エルサの動画で参考にしていただければなと思います。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録してまた見に来てください。それでは。